皆さんこんにちは、山上アリシアです。今日は久しぶりに iHerb の購入品を紹介していきたいと思います。で、私実は前回の iHerb の購入品動画から何回かいろいろとオーダーしているんですけど、結構頻繁にあげちゃうとみんな嫌になっちゃうかなって思ったからあげてなかったんだけど、チェックしたらもう9ヶ月も経ってたの。なのでね、ちょっと久しぶりになったんですけれども、今回は私が大好きでリピートしたものから初購入のものもたくさんあるので、早速紹介していきたいと思います。はい、そして最初のリピート品はこちら、スタッシャーズです。知ってる人も多いと思いますが、スタッシャーズはシリコンタイプのジップロックみたいなバッグになっています。私結構これいろんなサイズで持っててすごく愛用してるものなんですけど、追加でサンドイッチサイズを購入またしました。このちっちゃいのも私初めて購入しました。これね、開けてみようか。レンジも大丈夫だし、もちろん冷蔵庫も冷凍庫も大丈夫で、オーブンも大丈夫なすごく丈夫なシリコンのバッグになっています。これぐらいのサイズ感になっています。スタッシャーズ最近マチ付きのやつも出てきて、私はマチ付きのやつで煮卵を作ったりとかいろいろ使っています。今もね、冷凍庫にこの中サイズのやつでガーリックシュリンプを用意して晩ご飯に食べようと思っています。でも結構ね、スタッシャーズ食品だけじゃなくてリップをここに入れていったりとか、コードが絡まらないようにここに入れてる人とかもいるっぽくて、本当そういうのも面白いなって思って、今回これが2つセットなので、ちょっと私も入れようかどうかちょっと迷っているところなんですけど、とりあえず小さいサイズもゲットしました。結構スタッシャーズに関して質問いただくんですけど、正直な話、普通の食器を洗うよりかは洗いづらいし乾きにくいですなんですけど、この素材自体もすごく強いし、ここの閉まるところのジップっていうのかな、もうすごく強いから本当に漏れないんですよ。で、空気もキュッと出せるので、真空パックまでにはいかないけど、それぐらいキュッとできるのも私は結構気に入ってリピートしています。そして次のアイテムもリピート品です。オーガニックのカカオニブです。ね、スーパーフードのカカオニブなんですけど、ダークチョコレートみたいな味です。私はこれをお菓子作る時に使ったり、あとはスムージーとかヨーグルトの上にかけて食べています。ほんとね、私あんまり甘すぎるチョコレート好きじゃないんですけど、これはあんまり甘すぎないのでリピートをまたしました。ここからは初購入品を紹介していきたいと思います。結構これもね、iHerb の中では有名なんですが、Bob's Red Mill のグルテンフリーのグラノーラです。でね、これはハニーオーツのフレーバーになっています。いつも売り切れで買えなかったんですけど、前回見てたらあったので早速購入してみました。最近ヨーグルトを食べるのをすごいハマってるので、これもカカオニブとね一緒にかけて食べれたらいいなと思って購入してみました。なんかね、味わいもそこまで甘すぎず、ふんわりと蜂蜜の甘さがあるらしいので、すごく食べるのを楽しみにしています。そして次のアイテムがこちら、オーガニックキノアマカロニ。こちら乳製品、グルテン、大豆、ナッツ、トウモロコシ、卵が使われてないパスタです。すごくないですか私完全にグルテンフリーとかではないんですけど、家でグルテンフリーにできるものは緩やかにやっていきたいなと思って今回もこれをゲットしてみました。でね、グルテンフリーのパスタって本当当たり外れがあるので、これがどうなのかまだわからないんですけれども、リビングナウっていうブランドのパスタは別のもので食べたことがあるんですけど、それはすごく美味しかったので、マカロニも同じ感じで美味しかったらいいなと思って購入をしてみました。なんか後ろにもホワイトソースのマカロニサラダがあるんだけど、それも超美味しそう。で、次はちょっともう開けちゃったんですけれども、こちら Bob's Red Mill の All-Purpose Baking Flour、 グルテンフリーの小麦粉です。で、これも結構ほんとレビューが多くて、ちょっといろいろと作れれば
いいなと思って買ってみました。この裏に書いてるのが次の購入品なんですけど、Bob's Red Nose のキサンタンガム。これを使う時にこれを入れるとグルテンのような活躍をしてくれるという粉超ざっくりで本当に申し訳ないんですけれども、私はこの間初めてグルテンフリーのパンを作ってみたんですけど、それでもちゃんとパンができたので、これでちょっとねいろいろと試しながら美味しいものを作っていければなと思います。そして次のアイテムがこちら、アメイジングラスのアメイジントリオです。大麦若葉と小麦若葉とアルファルファ、それがパウダー状にされたものです。青汁ですね。あくまでもサプリみたいな感じのものなので、いつも通りの食事をしながら、それプラスこれでもうちょっと食物繊維だったりとか緑をねプラスできたらいいなと思って購入してみました。でね栄養素たくさんで良かったっていうレビューも多かったんですけど、それとプラスに美味しくないっていうレビューもあったので、青汁はねなかなか美味しいっていうものは、ね、難しいと思うんですけど、シンプルなものでもこれをスムージーだったりとかパンケーキだったりとかごまかせるようなところに入れて摂取できたらいいなと思って購入しました。そして次が Now っていうブランドのイヌリンです。でイヌリンって何って感じなんだけど、プリバイオティクスの食物繊維です。結構便秘になりやすかったりとかもするんですけど、いろいろ試したんですけど、MCT オイルとかでそれも良かったんですけど、このイヌリンを毎朝取るようにしてから腸の動きも良くなって私とすごく合ってたので、これは結構ね必需品になるのじゃないかなと思います。そして最後のアイテムになります。めちゃくちゃ可愛くないでこちらはネリーズのランドリーソーダ。洗濯の洗剤もいろんな種類があると思うんですけど、それの中でも肌にあまり負担がないものだったりとか、環境にもあまり負担をかけないような洗剤を探してて、これと出会って、これも試してみたいなということで買ってみたんですけど、これもねスチール缶っていうのかな、できてるので再加工しやすいようになっているし、日本の洗濯機でもすごい使いやすいと書いてたので買ってみました。無香料なんですけど、ちょっとねクリーンな石鹸のような香りがします。はい、という感じで10品かな、久しぶりの iHerb 購入品でした。いかがでしたでしょうか。結構ねおうち時間も増えて iHerb で購入することが多いっていうコメントもね見ていたので、参考になれば嬉しいです。で今回も最後まで見てくれてありがとうございます。参考になったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。